皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。突然ですが今神奈川県にいます。普段の動画ではまだ北陸旅を続けている途中だと思いますが、ほぼリアルタイムに近い状況でお届けしています。はい、もう2024年も残すところ1ヶ月を切りました。半月ぐらいしかありません。はい、皆さん年末年始のご予定はもう決まっていますか？仕事忙しいですよね。仕事納めはいつですか？この時期といえば何か毎年あるもの、そう忘年会です。私たちは忘年会というそういった行事から離れて約2年が経ちます。12月の末ぐらいに忘年会どこもしているようなイメージですし、僕たちもそれをしていたんですけど、もう2人だけなので忘年会っていうのが残念ながらありません。はい、昨年は三重県でアルバイトをしていましたので、もちろん忘年会などする余裕もなく年越しをしました。今年はもう年末年始も旅をしながらこちらのハイエーススイちゃんと共に過ごそうと思っていますので、2024年を振り返りながら2人で楽しく忘年会をしたいなというふうに考えています。はい、そこで忘年会といえばちょっといつもと違ったものを食べたいなって思っていて、僕たちの大好きなある海鮮を求めにやってきました。はい、それが神奈川ということです。神奈川県の端っこにまでやってきております。神奈川県で手に入る食材、何だと思いますか？それがこの後登場します。はい、直接僕たちは入手しに来ましたので、そちらを入手して今日の夜それを美味しく食べながら1年間の振り返りや今後のことについてもお話できたらなというふうに思っています。ぜひ最後まで見てください。今回もよろしくお願いします。はい、それではやってきました。神奈川県三浦市にあります三崎漁港です。私たちが調達しに来た食材がここにあります。案内していただく宮川さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。関のマグロの代表の宮川です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回私たちが求めている海鮮はマグロです。マグロです。はい、私たちも大好きなマグロです。日本一周してきて結構いろんなところで海鮮食べたりとか、マグロもちょこちょこ食べております。今回はこちらの神奈川県で美味しいマグロがいただけるということで、施設の案内もしていただきつつ宮川さんにお世話になります。じゃあ早速奇跡のマグロを含めて三崎マグロって言われてるマグロなんですけれども、どういうマグロかっていうのも含めてご説明させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。はい、ありがとうございます。三崎マグロについてご説明させていただきます。どういうマグロかというと、全世界に漁師さんたちがマグロを取りに行って、それがこう三崎に集まってくるっていうマグロです。なので全部冷凍のマグロになってます。はい。で、これがマグロの種類なんですけれど、一般的に高級マグロって言われてる黒マグロ、はい。本マグロと呼ばれたりしているマグロなんですけど、このマグロはもう北半球にしかいなくって、日本近海とか、ヨーロッパの方とか、地中海の方とかですね、にいるマグロになってます。今日召し上がっていただく奇跡のマグロっていうのは、南マグロ、インドマグロとかっていう風に呼ばれてます。はい。このマグロはもう南半球のかなり南極に近いところ、かなり離れてるんですね。かなり離れたところに漁師さんたちが取りに行ってます。へえ。三崎マグロのメインになるマグロの1個、こちらメバチマグロ。これはもう北半球、南半球、どちらにも生息しているマグロで、一般的なスーパーとかに並んでいるマグロが、このメバチマグロが多いですね。ツナ缶とかになるのが多いのは、このキハダマグロっていうのと、あとビンナガマグロ、ビンチョマグロとか、はい。スシローさんとかで出てるビンチョマグロっていうのも、この北半球、南半球にいるマグロ。今日召し上がっていただくのは、この南マグロっていう種類なんですけれども、奇跡のマグロがどういうマグロかというと、マグロって群れで泳ぐんですね。だいたい30匹から500匹ぐらいの群れで泳いでるんですけど、その中でもこう先頭集団を泳ぐ群れを率いるリーダーたちのマグロなんです。他のマグロとの違いとしては、一番水圧を受けるので、身がすごい引き締まってるんですよ。筋肉質なんですね。この三崎マグロの一個特徴として、船にマイナス60度の冷凍庫が完備されていて、船の上で釣り上がったタイミングですぐ血抜きをして内臓処理をして冷凍庫で瞬間冷凍しちゃうので、実は生のマグロよりも鮮度がいいっていう、なんか一般的にはこう生のマグロの方が鮮度がいいみたいな、そんなイメージあります。あるんですけど、実はこの冷凍マグロの方が船の上ですぐ凍結しちゃうので、特
溶けてから死後硬直が始まるぐらい鮮度が良いものなんです。すげえ。本当に釣り上げて一瞬でそういう血抜きとかそうですしてからなんですね。そうです。その中でその奇跡のマグロっていうのは先頭集団を泳いでて血抜き内臓の処理とかも早いので身が引き締まった上で臭みがないっていう特徴があるんです。大トロとかも運動量がすごい高い大トロなので、はい。全然しつこくないんですよ。しっかりトロなんですけれど油がくどくないので何貫でも食べれちゃう。なんかね、また大トロって結ね、構ずっしりくる油が、はいもう1貫2貫で十分って感覚やけど。そこら辺もお楽しみいただければなと思います。はい。ケープタウン沖で漁をするときはケープタウン沖に3ヶ月ぐらい漁に行くんですね。燃料が大体3ヶ月でなくなるんで、燃料がなくなったタイミングで皆さん戻るんですけど、で戻った時に中継ぎ船っていう大きい船があって、そこにいろんな漁師さんが取ったマグロを中継ぎ船に詰め込んで、中継ぎ船が日本にまとめても運ぶ用の船が別にあるんですね。はい、その栄養漁業ってなると、その分移動距離も多いので、燃料費もかかるっていうのも考えての、なかなか食べられないマグロになるってことなんですね。1日だいたい15万円ぐらいの燃料、2トンぐらい。実際競りで落とされるマグロで、はい、一番高いのっていくらぐらいになりますか？今の相場だと30万から40万ぐらい。3、40万。マグロでこれからお刺身とかお寿司屋さんに卸すように、はい、まず骨に沿って4分割して、はい、今やってる作業は骨の部分とか血合いの部分を削ぎ落としてます。かなりベテランの技が必要になります。さっきもお話ししたように奇跡のマグロって群れの先頭集団を泳いでるマグロなんですけど、一番水圧を受けるじゃないですか、はい、マグロの形としては頭がちっちゃくって背中とお腹側に膨らむんですよ。平らというかマグロの形としては平べったいというかスリムみたいな感じなんですけど、はい、なのでこっちがお腹側、こっちが背中側なんで楕円になるんですよね。まん丸太ってるやつって丸になるんです。それがすごい脂がいっぱい乗ってるようなマグロなんですけど、奇跡のマグロって縦に広がるというか、なので楕円なんですよ。市場だと手かぎっていうこのマグロを引っ張る道具があるんですけど、それの先端の部分で赤身の部分のお肉をほじくって揉むんですけど、筋肉の中の水分量がすごい少ないので、揉めば揉むほどどんどんグミみたいにもちもちまとまっていく。鮮度が良くて、通常だったら水分がちょっとあるような感じがするんですけど、めちゃめちゃねっとりした味わいで、臭みが本当にないので、そこら辺を楽しんでいただければと思います。大トロですね。いただきます。はい。大トロ。食感がすごいしっかりありますね。普通の大トロってなんか結構とろけるようなイメージなんですけど、これは歯ごたえもしっかりあって、最初に口に入れた時にすごいねっとりする感じが一番わかる。そうなんです。それが先頭マグロです。全然違うんだね。手に吸い付きますね。本当に全く熟成させてないんですけど、はい、熟成させたような。なんかマグロの食感が
今までと違いすぎてびっくりする。漬けにしたくらいのねっとり感がある感じがします。でもシャキシャキしてるのもあるな。コーティングされてる感じ。そのねっとりの中に。中華のところ、中トロですね。絶妙。美味しい。お醤油は塗る方がべちゃべちゃにならないっていう。最後は贅沢に丼をいただきます。いただきます。超贅沢マグロ丼だね。美味しい。ほんと臭みがない。赤身魚食べるときって結構臭みがあるから醤油しっかりつけたいなっていう感覚に正直多くなっちゃうんですけど、そんなにつけてなくても全然臭くないのがすごくいい。マグロで甘さは感じたことないな。ね、クリーミー。これ素直にこう乗っけて3種類食べるのが一番違いが分かっていいです。これはぜひ3種類食べるべき。今まで食べてるマグロとはきっと変わると思う。感動した。黒マグロ、南マグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンチョウマグロ。緊張します。今、南マグロの赤身、中トロ、大トロを食べてきました。もうそれは今までに食べたことない味わい。そしてこのマグロを食べたのかなっていうぐらいのこの時間。ということ本当にマグロを食べたのかなってぐらい口の中に残ってないんですよ。マグロとかってやっぱりこう血生臭が口に残るんよね。こんなに食べたのに後に残ってないっていうのもすごく驚きでした。北海道でも食べたし、青森でも食べました。高級マグロを食べましたが、あの時もマグロ尽くしのものを食べた後って満足感もあるし、マグロ食べたなっていう感じがあったのを覚えています。黒マグロとの大きな違いを今回食べて感じたし、冷凍マグロって生のマグロよりも美味しさは落ちるのかなっていうようなイメージだったんですけど、遠洋漁業で取れたマグロをしっかり処理した上で、生マグロよりも品質が良い状態と言っていいほどのマグロをこう選んで商品として出しているものを食べさせていただいたので、ブランドマグロももちろん美味しかったけど、それと比べても俺の中じゃ正直一番美味しかったって言いたいぐらいの美味しさでした。熟成してるわけじゃないのに、熟成した旨味、あと甘み、そして解凍した魚とは思えないほどの水分のなさっていうのかな、身が引き締まってて、絶対解凍したらカニとかもだけど水分がどうしても出てきちゃうと思うんですけど、そういうのが全くない。時間が経っても魚のこう中に埋まってる油とかも出てくるだけで水分が一切出ない。やっぱりそういうのが今回のこの瞬間で処理して瞬間で冷凍するっていう、そこにかかってるんだなっていうふうに思いました。日本の中でもマグロが競りに出される量ではもう日本一、三崎漁港と豊洲っていうのがあるみたいなんですけど、冷凍マグロをいっぱい扱ってるのはこちらだそうです。ここに来れば食堂で少しは食べられるみたいなんですが、あとはもう高級寿司店とか高級なホテルとか、でもそれがどこのホテルでとかまでは問い合わせとかまでしないと難しいだろうし、もちろん遠方にいる方にとっては不可能なことだと思います。ほとんど食べることができないこのマグロなんですけど、なんとこの動画を見ている方たち、ネット販売で普段よりも安く買うことができるそうです。はい、この動画を見てくださった方限定で 10% 割引価格でこの絶品のなんともレアなマグロを食べることができるんです。自分たち的には大トロ、中トロ、赤身もうそれぞれ食べ比べないともったいないなって思いました。もったいないね。美味しいし、それぞれの美味しさがある。このあなたぜひ全部食べてみてください。それぐらいびっくりする味わいでした。コメント欄、概要欄の方にそちらのクーポンコード載せてますので、こちらのチャンネルのそのクーポンコードから購入されてみてください。年末年始とちょっと高級な食材を食べたいと思っている方も多いと思いますので、この機会にぜひ買われてみてはいかがでしょうか。こちらで食べさせていただいたけど本当に感動したからおすすめしたい
マグロだなと思ってお話ししております。ぜひ検討してみてほしいって心から思います。で、実際にその解凍したものを私たちも食べて、この美味しいっていう風な伝え方をしているので、信じてほしいと思います。このマグロとは本当に違うので、一度試してみてください。この後、今回いただいた高級食材のマグロとおつまみも持ち合わせて、忘年会まで楽しみたいと思います。ディズニーランドホテルが輝いている。また遊びに来るよ。来るよ。千葉県へ。バイバイ東京。Hung by you and me, led us into the North Pole as Santa's sure to read. Oh, Saint Nick can take his time. The fire's warm, so we don't mind waiting by the chimney tonight. Oh, come on. Just a little late, that's fine. And children drifting off to sleep, listening. それでは、食事の準備が整いましたので、今から忘年会を開催したいと思います。あれからなんだかんだ5時間近く運転して移動してきました。はい千葉県まで今移動してきたところです。はい。それでは忘年会の始まりといえば、やっぱり上司からの挨拶ですよね。この1年をねぎらう言葉をお待ちしております。それでは、りょうせいくんお願いいたします。はい、失礼します。では、ビールを片手にお待ちください。まずは2024年、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様お疲れです。様でした。1年、いろんなことがありました。まずはアルバイトからスタートしたこの1年でしたけども、はい。今年はしっかり働きながらね、去年とは違って美味しいものももう食べたいだけ食べて、旅をし続けるということを目標にやってきたわけなんですけども、はい。楽しくできましたよね。はい。楽しい1年となりました。乾杯。乾杯締め悪い。めちゃめちゃ締め悪い。初食祭飲んでみたかったんだよね。はい、乾杯。乾杯。お疲れ様。皆さんも乾杯。お疲れ様です。2024年。あらまあ、これはうまいわ。香りが素晴らしい。爽やかって感じだね。忘年会に用意したこのコースメニュー。はい。和です。はい。今日は和居酒屋という感じでしょうか。まずメインではこちらですね。今日ね、神奈川県まで足を運んでいただきました奇跡のマグロ。こちらはすき身です。大トロも中トロも赤身も全部混ざったマグロということで、はい。解凍しただけ贅沢にいただきます。でこちらはすき身を乗せたしらす丼でございます。一番上にあえて奇跡のマグロを乗せることによって、最初に食べた時にマグロが口に入るように一番上にマグロを乗せました。輝いてますね。飲み会といえばタコワサ久々に食べたいなってことで、これは確かにね、よく注文しますね。お豆腐の上に乗せましたのはエビチリラー油。購入しました。カルディで買いたかったやつ。はい、とは視聴者さんからいただきました群馬県のほうれん草を使いましたほうれん草のおひたしでございます。年末とか考えるとお寿司のイメージ、そして今日もお魚があるということで、その時に必ずついてくるじゃない、お吸い物。長谷園さんのお吸い物好きなので、これが飲みたくてこちらを買いました。
いただきます。いただきます。酢がついている海苔を買ってみました。今日は昼食べたのに楽しみだったこれ。いただきます。やっぱり臭みが全くない。滑らかですね。そして美味しい。本当に幸せだ。ほうれん草も甘い。今日昼伝え忘れたんですけど、奇跡のマグロのイメージとしては大トロいっぱい食べられるなっていうのがまずあって、お肉で例えると高級お肉とか A5 ランクのお肉ってすっごい美味しいけど油が多すぎてあんまいっぱい食べられないなって、もうちょっとでいいわって。奇跡のマグロはそのマグロの大トロをいっぱい食べても油いっぱいで食べられないっていう感覚が全くなくて、A5 ランクのお肉みたいっていうのは宮川さんが教えてくださった教え方です。自分のことのようにお話ししていますけど、これいただいたからというかもう本当におすすめしたいから、もう皆さんにもぜひ買って食べていただきたいって思った。でマジで美味しかった。このすき身なんかは2、30分ぐらいでもう解凍が簡単にできちゃうから、何時間もとかはかからないのもありがたいですね。食べれて本当に良かった。知らずに割ってなくて良かったなって思う。買いたいね。来年の年末年始なんかはいいかもです、買おうかなって思う。それでは今から1年を振り返っていきたいと思います。昨年はバイトに明け暮れていたお正月でした。そこから始まって三重からスタートした旅だったんですけど、アルバイト生活を終えても開放感に満ち溢れて楽しくね、また新たな気持ちで関西を旅して近畿、中国、そして四国、西日本が終わってそう一旦家に帰ったんよね。そうだから西日本をまた改めてじっくり回ることができたんだよね。中国地方とかは行ったこともあるってこともあったから、割とスピーディーに自分たち的には回りました。岡山とか私は鳥取とか島根とか印象に残ってるなと思います。鳥取砂丘に行けたのも念願だったり、やっぱり行きたかったところは印象に残ってるよね。俺は四国がかなり印象に残ってて、やっぱ美味しいものいっぱいあったし、やっぱり衝撃的だったのはカツオだよね。それが一番衝撃ではあったけど、それ以外のうどんとかさ、うどんもだね、愛媛もちょこちょこ美味しいのちゃんとあったし、徳島も阿波踊りとかも食べられたの、俺は車内で食べたのも印象に残ってる。阿波踊りの賞をもらったんだからあれはまあ置いとい誇りて、にしないと。あと景色がすごい好きなところもあったから、四国は西日本で印象に残ってるかな、今年の中でね。夏にかけて東北に行ったけど、俺たちずっと東北楽しみにしてたとこで待ってやんの、青森だけは行ったことあったけど、高校のインターハイで同じ高校出身なんですけれども、りょうくんだけインターハイで青森に行っていて、私たちは T シャツだけいただくという部活も一緒だったんで、その青森インターの T シャツだけ持ってるから、それぐらいしか私も青森はなくて。そこ辺も食べまくってたじゃん。いや東北やばいね、一番食べたの東北。頑張って本当に稼いだお金は旅の費用を稼ぐためだったんだけど、東北はもう正直参りました。私たちが食べ過ぎっていうのもあるよ。もちろんまた来ればいいじゃんって思うと思うんだけど、食べ逃したら食べられなくなるかもって思ったら、すごいいっぱいあってね。青森の人はすごく優しくて温かいイメージもあったから、すごく思い出深いなって思う。青森は楽しかったな。全体的に俺はかなり印象に残ってるし、確実にまた行きたい。東北っていうその大きくくくっても行きたい場所。なんか離れてるのにちょっと人の温かさとかに親近感を覚えるような感じがあって不思議だなって思った。南国とね北国と全然違うのに本当そうなんよね。優しい人が多かったのもすごく印象に残っています。なんか去年よりも俺は今年が楽しかったなって思う。旅自体はなんだかんだバイトして大変だったけど、ただ旅してるだけやったらそのありがたみもよりわからんかったし、非日常が日常になってしまうんだよね。こうずっと旅をしてるって、この車中泊生活を送ってるとこれがもう日常なので、どっかで見たことある気がするなとか、そういった感情もやっぱどうしても出てきます。いろんなとこ行ってるから。だけど逆に非日常を味わうことによって仕事をするとか、すごくストレス社会にこうまた戻ってきたって感じ。いやー疲れたな。
っていう、だけどそれが逆にアクセントになって本当に今の日常って日常じゃないんだなっていうのは、旅のありがたみも感じれた1年にもなったかなっていうのは正直思う。大変だったけど、そうだねかなり大変だったけど結果的にはまあ良かったなっていうのもあるかな。今年終わったら残り少なくなるのがちょっと寂しい気もするけど、いろんな仕事もしたことによって次のこともまた考えるきっかけにはなったし、すごく思い出に残ったのは2023年にできなかった夏祭りを回るってことはやっぱりかなり大きかったなって思う。大人の夏休みを満喫したっていう感覚です。もうこれは忘れんね。その長岡花火から始まり、秋田の関東祭り、そして青森のねぶた祭りという風にお祭りリレーをしたんですけど、それがね、すごいこれからの思い出話には必ず登場するだろうなってぐらい濃かった夏だったな。すごく楽しい夏だったなっていうのが、2023年とはまた違った夏を過ごせた。それからの秋冬を今迎えてるので、あの時の思い出はすごい良かったなって思いますね。人生で一番充実してた気がする。夏休み、夏休み。なんだかんだこう編集しながら旅してると、旅はすごく普段できないことだからいいけど、編集としてるからなんか休みって感覚も逆になくなってるのは実際あったりするから、もう思いっきりそれだけを楽しもうっていうのは良かったよなと思うね。充実していましたね。仕事もして、ほんといろんな農業のアルバイトやったりもしたし、いろんな人と触れて、新たな出会いとか、やっぱ旅人との出会いも今年は多かった気がするかな。一緒に日本を一周をしている、YouTube をしている方とかと出会うきっかけも多くて、それも新たな出会いとして多かったし、もちろん見てくださってる視聴者さんにお会いする機会もやっぱりあったから、そういった出会いの年でもあったなと思います。1年目よりもさらに2年目の方が充実した旅になったなっていうのは、本当2024年振り返ってあるなって思います。今年の年末は動画を見てくださっている通り、関東で過ごす予定です。ここから宮崎に帰ったりということはしません。今年の目標はやっぱりゆっくり過ごすことが目標なので、あんまりこう編集したりとか、人が多い中旅を頑張ってやったりとかっていうのはやめようかなって思ってるので、関東で友達に会ったりとか、2人でクリスマスパーティーやら年越しをしようかなっていうふうには考えてます。本当に何も予定は立ってないので、ただやりたいことをやって、もちろん時間ある時は編集とかして、動画のアップは続きようと思ってるので、そんな感じで2024年を終え、2025年を迎えたいと思います。本来だったら忘年会だったらね、もうひたすらビール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 って感じなんですけど、いいえ、別にそういうわけではあります。2杯目として、はい。今回これを買いました。未来のレモンサワー。これ何がすごいかって、ジョッキ缶みたいになってるのと、レモンが丸ごとそう一切れ入ってるっていう。そう、輪切りになったレモンがこの中に入ってるっていうのです。これは甘くなくても全然うまい。甘くないのが好きな人は絶対こっちだね。これを買うためには食材買ったスーパーでなくて、はい。イオンによってもなくて、メガドンキによってやっとあったってそう感じ。。でも、この甘くないニューの方しかなかった。両方あってほしかったけど、なかなか一度ではたどり着けない味でした。まだ8時台なので、この後2人でレモンサワー飲んだり、もしかしたら忘年会なので日本酒も飲む可能性もあります。もう、お腹いっぱいですね。もういいかな。全然いけるので飲みますけど。年取りましたね。高級食材を車内で味わうっていうことが目的で、キセキのマグロを今回いただいて食べることができましたけども、はい。騙されたと思って皆さんにもぜひ一度は食べてみてほしいっていうふうに素直に思います。もうねっとりとした旨味の凝縮された、何とも言えない今までに食べたことのない味、一度ご賞味ください。本当にくどくないので、年取ってきてもそうだね。最後まで本当に美味しく食べられるなっていうのが本当に素直な感想です。いっぱい食べても全然平気なマグロっていうのも言えます。こちらネットで買うことができるので、人に送ることもできるし、家にいても食べることができます。なんと 10% オフで高級なマグロを安く買うことができますので、そちらから一度購入されてみてはいかがでしょうか。奇跡のマグロのホームページも概要欄に載せておりますので、テレビで見てくださっている視聴者さんはぜひ携帯の画面で概要欄をチェックしてみてください。では最後になりますが、2024年もありがとうございました。ありがとうございました。引き続き動画を続きますので、ぜひともよろしくお願いします。旅も終盤になってきています。この動画はほぼリアルタイムで出しているので、もう関東終わって沖縄ですぐ終わりということになります。まずは2024年残りも
安全に楽しみつつ、2人で楽しく2025年を迎えられたらなというふうに思います。これまで見てくださっている視聴者の皆様、いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今回の動画はここまでです。僕たちの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。良いお年を。良いお年を。こちらも買ってみてくださいね。食べ過ぎじゃないこれ。あと食べていいよ。食べ過ぎじゃない。気のせいです。私が思いながら喋ってる間になんかもうほぼないんですけど。ちゃんと大丈夫。話聞いていたのでしょうか。聞いてました。